2021年の感動が再び。当時品から彩色を見直し、さらにパワーアップした姿で再登場。そして姉妹機であるクシーガンダムはキル系の魔女仕様で登場。ロボット魂経営シグネチャーから始まる物語。今回は企画担当の宮部さんにじっくりお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。企画担当の宮部です。お願いします。お願いします。早速ですが、今回登場したペーネロペはどういった商品になってるんでしょうか。前回のね、皆さんまだ映画の記憶が新しいかなと思うんですけど、公開してからもう5年経ってるってことで、前回2021年なんですけれども、今回ね2026年いよいよ1月30日にですね、第2章のキル系の魔女を公開するということで、それを記念しまして今回このペーネロペを商品化いたします。嬉しいです。劇中でね超かっこよく動いてるペーネロペの印象あるかなと思うんですけど、まさにそのもう印象そのまんまを立体物に落とし込んだ商品というところになっておりまして、2021年まさに前回の映画のタイミングで一度ペーネロペを発売させていただいたんですけれども、今回はそこからですね彩色を新たに超かっこいいペーネロペに仕上げたもので販売いたします。なるほど、彩色が新しくなってるんですね。そうなんです。今回2021年の商品もお持ちいただいたということで、そうなんです。ぜひ比較しながら見せていただいてもよろしいでしょうか。比較しながら見ていきましょう。というところで、過去の商品こちら、向かって右側かなが過去の商品で、こっちが先ほどの新商品並べてお持ちしました。カメラ越しでどれぐらい伝わるか僕は不安なんですが、ちょっと見ていきましょう。一番分かりやすいのが、この前のフロントスカートがこの足のところかなと思うんですけど、特にペーネロペ特徴のこの、六角形っていうんですかね、六角形のパネルライン入ってると思うんですけど、この六角形のパネルラインと本体のメインカラーの白の色よく見ていただくとこれ全然違う白を実は使っていますね。そうですね、だいぶ違いますよね。前回の商品は結構どちらかというと黄色めの白っていうんですか、なんかオフホワイトというか難しいですけど、ちょっと落ち着いた感じの白を使っている印象なんですけれども、今回まず全体の白を結構純白に近いような白を使ってて、さらにそれを際立たせるこのパネルラインの方の六角形にパールというかシルバーっぽいようなちょっとホワイトを吹いてるんですね。なのでこのパネルラインとのこの差によって情報量がよりこう増えて見えるというか、ディティールがすごいかなり見やすくなるので、かなりこうより洗練されたというかかっこいいイメージのペーネロペになってるんじゃないかなと思ってます。そうですね、だいぶなんかツヤ感というかが加わってますね。でこれがこの足だけじゃなくて、先ほど話したフロントスカートだったりとか、全体ですね、このセンターの部分だったりとか、結構要所要所のパネルラインの目立つ部分にシールドとかですね、にも入っているので、もう全体として非常にこう緻密さというか情報量が増えたペーネロペにこうよりパワーアップというか進化してるんじゃないかなと思います。なるほど。この色の選定というか新しく彩色になったじゃないですか。これは加藤木さんとどういう相談があっていい質問ですね。決定されたんですか。そもそも前の商品も個人的にも加藤木さん的にもすごくいい商品だと思ってて、もうこれでも決定版って思ってたんで、ただ逆に今回せっかくこの第2部やるよっていうところで、どんな色あるかなっていうのはすごいやっぱ加藤木さんとこういっぱい思案して、イメージとして結構映画第1部見ていただいた方分かるかなと思うんですけど、暗めの戦闘シーンが多いというか、結構この夜間で何やってるんだろうっていうところがワクワク感あるような映画かなと思うんですけど、その暗いシーンの中でもこう際立つ白の彩色というか、そういうところをこう意識してこう暗い中でも沈まないようにパネルラインにこうパール入れたりとかっていうところを意識した色味っていうところで構想して最終的にこれにたどり着きました。なるほど、自分で手に入れても暗くしてちょっと写真撮ってみたりとかする人も多いと思うので、この白だいぶ映えそうですね。そうなんです。これ本当に皆さんに手に届いたらやっていただきたいんですけど、本当暗いところでパッとそこにライト当てるともうギラッとそこの色が光るので、めちゃくちゃかっこよく映るので、ぜひちょっとこれ皆さんやってみてください。ぜひ。多分肉眼だと一番わかると思うんですけども、全体の白がまずそもそも印象が全然違いますよね。だいぶ印象が違います。全くやっぱ違うので、こう2体並べても全然違うものに見えるんじゃないかなと思ってます。情報量も多いですし、なんか全く同じ機体に見えない。そうなんです。間延びしちゃう部分もやっぱりこう大きいので、ある程度ありそうなところをちゃんとそういう色を変えて、間延びしないこういろんな情報量詰まってる機体っていうところにこう落とし込んだみたいな感じですね。そうですね。もともとマーキングとかもすごく多いので、情報量はかなりギュッと詰まってる商品だったと思うんですけど、ここに来てさらに情報量が増えるっていう。そうなんですよ。また一個ちょっと進化した感じがありますね。ではせっかくなので、フライトフォームでの比較も
させていただければなと思います。はい、皆さん印象的だと思うので、ぜひ、はい、フライトフォームに変形させていきましょう。はい、はい、ということでこちらフライトフォームにも変形させてみました。劇中でもかなり印象的だったかなと思うんですけど、しっかりとここの変形も再現できるというような仕様になっております。はい、で今一応2機こう前の商品と並べて比較してるんですけども、さっきのモビルスーツの状態とまた違って、先ほどお話した六角形の部分が際立つような形になってるかなと思うので、よりこの色の違いっていうのがすごく明確に分かりやすいかなと思って比較させていただきました。キラキラっとしててすごいやっぱり情報量が多いですね。そうなんです。めちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思ってます。でさらにですね、こんな感じで、このフィックスドフライトユニットを外して中のオデュッセウスガンダム単体でも飾れるので、本当にいろんな形態で遊べる商品になってるんじゃないかなと思います。バンダイマニア。続いてはクシーガンダムになります。こちらはキルケの魔女仕様で登場とのことなんですが、この2024年の商品と比較してどういった点が異なっているんでしょうか。はい、このキルケの魔女、すでに劇場で見ていただいた方はもう分かるかなと思うんですけれども、まず一番分かりやすいのはライフルの部分かなというふうに思っておりまして、2024年に発売したクシーガンダムのライフル持ってきたんですが、これ皆さん見覚えがある、クシーガンダムのライフルかなと思うんですが、こちらと今回のキルケの魔女は一番大きな違いというのは、これ実は手で持ってるわけじゃなくて、こうやって腰に喧嘩してるんですね。ああ、なるほど。そうなんです。腰にこうガチャって装備してる状態があったかなと思うんですけども、こちらを再現できる仕様で、まずライフルが新規になっております。一番の大きな違いは先端についてるここですね。 E パックもう一個ここに予備マガジン E パックを装填できるような、ホルスターのようなものが追加でついております。なるほど。こんな感じでついておりまして、前のやつはもうシンプルな感じで何もついてなかったんですが、今回のものはここに新しくついているというような形になっております。はい、でさらにすごい細かいんですけど、ここの3本の支柱みたいなやつついてるんですけれども、実はすみません、腰についてる時は、設定としてこの足にペタってくっついてる3本の支柱がペタってくっついてる状態になってるんですが、実際攻撃してバンバンって打ってる時っていうのは実はパタンって倒れてるんですね。すごい細かいんですけど、そこが再現できるようにここの3本の支柱細いんですけど、実はこれ可動が入ってます。見てください、これ動きますね。ここも動きます。こんな感じで、すごい細いんですけど、ここも動くことによって実際に手で持って打っている状態と腰についている状態、どっちも細かいところまで再現できるようなライフルになっております。この E パックも先ほどのホルスターに普通に下からこうやって差し込む形でここに入れていただければここにつく仕様になってます。でここのもちろん E パックはここの後ろについている E パックと同じなので、ここも外して交換することができるような仕様になっております。細かいところにすごいギミックが詰まってるんですね。次はシールドですね。これはすごいですね。はい、劇中でもありましたが、被弾した状態、シールドで受けた状態を再現した、要は破損状態のシールドっていうんですかね、を今回かなり細かいところまで再現しているものになっております。すごい。前のねシールドもお持ちしたんで、横にクイって並べてみると分かるんですが、これ前のやつですね。こう見るとやっぱ全然違いますね。やっぱ汚れの感じだったりとか、これよく見るとこうクレーターというか潰れてる部分があったりとかして、ここで受けたんだなっていうのがすごい目で見て分かるような仕様になっております。で今回もちろんこの普通のシールドもついてますので、通常の時の櫛と被弾した時の櫛どっちも再現できる豪華な仕様になってます。なるほど、両方再現できるの嬉しいですね。そうです。どっちもついてるので、もうこれだけでもかなり遊びの幅広がるんじゃないかなと思ってます。でまだまだありまして、実は衣装の段階の時から、設定としてはもともとあったんですけど、今回実は手首が1個新規でついている手首がありましてですね、こちらですね。ただの開き手に見えるんですが、これ実はですね、よく見ると手の中にもう一個疑似アームって言って、少しなんか指みたいなのが立ってるんですね。これぜひもう一度見てください。中になんか立ってるんですよ。これが疑似アームになって、これ何に使うかっていうと、これも劇中実は一瞬だけ皆さん見逃してなければ登場したんですけれども、先ほど出てきたこの E パック、実はこれをこの疑似アームでこうやって、なるほど。そうなんですよ。こうやって疑似アームで開いた手で掴んで、これをこのままさっきのライフルにエネルギーパックが切れたところに対してぐさっと刺してるっていうシーンが実はあったんですね。ここにそれを再現できる今回新規の手首もついてます。疑似アームで掴んでたんですね。それすごい細かいんですけどね、本当に、通常の開き手だとそこ再現してないんですね。もともと中になんかそういうっぽいディティールがそもそも前の商品からも入っていて、それが今回展開した状態、これ E パックがつかめる状態の手首もついているというような仕様になってます。ライフルを使ってちょっとなんか E パック装填のポージングとかもできる。そうなんです。すごい細かいところまで劇中の再現ができるような、本当にもうまさにキルケの魔女版といったような
商品になってまそうす。ですね。はい、そしてはい。皆さん一番やっぱりこう驚きがあったというか、おえってなったシーンがあるかなと思うんですけど、はい。本当に一番最後ですね、はいなんとこの皆さんが見慣れてるこのクシーガンダムの顔がスパッと切られてパリパリっと顔割れましたね。で中から何が出てきたかっていうと、あれガンダムっぽい顔、あれ見たことある顔があるぞっていうのができたと思うんですけど、は実は今回まさか。はいすその頭部つけております。こちらですね。ごい。はい、皆さんが今まで第一章で知っていたクシーガンダムの顔とやっぱり全然違うガンダムの顔になってるかなと思います。もう見比べてみると全然違うってわかりますね。そうなんですよ、うんどちらの顔もついてるので、うん最終版のクシーガンダムも再現できると。もう再現できるとこめちゃくちゃ多い商品ですから、これも後ほどつけて遊んでいければと思ってるので、はい。先ほどねペーネロペーでもお話ししましたが、はいこちらのクシーガンダムも前回の商品と色味をだいぶ変えているそうですよものね。になります、はい。もぎちゃん並べてみてるんですごいわかるかなと思うんですが、もう肉眼だともうはっきりわかりますよね。わかりますね。はい、ちょっと昔のやつがまあなんていうんですかね、グリーンっぽい白というか、今回の商品は先ほどのペーネロペとこう横並べにできるように、こちらもパネルラインを強調しているようなパールシルバーのような彩色がこの辺りにたくさん入ってます。これカメラで伝わりますかね。もう本当にこれ買ってもらいたい、買ってみてほしい。すごいパネルラインが見やすくなってて、こっちももう本当にペーネロペに負けず劣らず情報量増えてるかなとそうです思いねま。す。背中の白の方が伝わるかなと思うんですけど、あ、ちょっとわかるかも。ここの辺りがちょっとパールとかようなシルバーのような白が入ってて、この辺りが通常の明るい純白な白というところで、昔もねすごいいい商品ではあるんですけども、はいやっぱりさらに今回ね2部版ということでうん。彩色もパワーアップした商品にしたいなってことで、これも小時さんといっぱい話し合って決めました。 2024年版をゲットした人もなんか嬉しい仕様になってますね。そうなんですか両方欲しいなって思わせるような。もうこっち買っても全然こう損じゃない、むしろめっちゃお得みたいな色もこんなかっこよくなってるんだ、いいじゃんって多分言っていただける商品になってるかなとはい。思います。このクシーガンダムも加藤木さんとどういった点でちょっとなんか開発の時に大変だったなみたいなのとかってありますか？はい、そうですね。まあそもそもまあ今回キルケの魔女版っていうところでかなりまあ2部でいろいろこうさっきの EPAC 装填するギミックだったりとか、はいこうライフルを腰に喧嘩するギミックとかいろいろあって、はいそういうのをまずちゃんと細かく拾っていこうねってところを一からこういろいろ絵コンテンツを見ながらはい。やっていって、でもまあそれだけでももちろんすごい納得する商品だよねっていうのはあったんですけど、やっぱりでも今回、まあ、このさっきのお話しした色味のところに関しても、せっかくもう一回クシガンダムを2部版としてこうキルケの魔女版としてやるんだったら、なんかもっとこうお客さんにいいものとして伝えたいよねってところをやっぱずっと加藤木さんと話し合って、はい。こちらもやっぱりこう暗い中での戦闘で目立つってところをとにかく意識してこのカラーリング最後決定させていただきました。なるほど、はこのシールドとか色味もそうですけど、はい、まあ、とにかくまあこだわりが本当に伝わってくるような商品になってますね。そうなんですよね。シールドもさっきちょうどね言ったんでもう一回疑問を見せちゃいますよ。これ実はこう、まあ、皆さんね、あ、前側はすごいじゃんって思うと思うんですけど、はい実はこれ裏もちゃんとこう被弾してる感じになってるんです。おーここちょっとここ欠けてる、これは多分カメラでは伝わらないと思うんですけど、ここ欠けてる中もちょっと細かくディティール実は入ってるんですよね。あ、ギザギザギザってなそうなんです。ってて、中のちゃんと設定とだったらきっとこういう感じだよねっていうのをやっぱここも汲み取ってうーん、作りました。見えてるとこだけじゃなくてちゃんと内側と外側まで。このグレーもね、本当は1色だけでやってもよかったんですけど、この2色、ここの濃いグレーとこの周りの薄いグレーってところでだんだんやっぱこう火力の強さみたいな、はい食らってる火力の強さみたいなところをこういう彩色で細かく表現してます。宮部さんと加藤木さんのその情熱がたくさん詰まってるんだなっていうのがもう肌で体感できました。ありがとうございます。バンダイマニア。今回このペーネロペとクシだけじゃなくてですね、はいファンネルミサイル、こちらも商品化決定しました。あー、そうなんですね。はい、ということで、はい。劇中でめちゃくちゃこうバン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 って打ち合ってるの印象あるかなと思うんですけど、まさにあれを再現できるセットが今回オプションパーツとして登場いたします。はい全部ではい。数えていただくと12個、 12個。超豪華盛りだくさんおー12個ついておりまして、このファンネルミサイルと、はい。それを飛ばしてこうエフェクトパーツ、うんそれからこう台座につける支柱っていうところではいついておりまして、ファンネルミサイルを合体させてクシーとペーネロペを拡張してこうより劇中再現ができるような商品となっております。クシーもペーネロペもはいもともと大型な機体じゃないですか。そうなんです。でこのエフェクトパーツとかが
ついたら、はいさらにボリュームが増しそうですね。せっかく今回こうね映画が「キルケの魔女」公開されたってことで、もっとこうお客様にいろんな遊び方してもらいたいなっていうところで、今回僕がこれつけたいっていうところを加藤さんと相談してはい作っていただきました。なるほど、はいちょっとこちらを使って早速じゃあポージングなどをさせていきたいとやって思います。いきましょう。お願いします。はい、パネルミサイルをまずはちょっとペーネロペンにつけてみました。大きさがすごく際立って見えますね。そうなんです。でさっきちょっとお伝えできてなかったんですけど、やっぱファンネルミサイルのエフェクトの部分がグラデーションのような塗装みたいになっているので、はい、よりこうブシュッと噴射している瞬間のイメージになっててすごいかっこいいんじゃないかなと思います。本当に劇中から飛び出してきたかのような造形になってますね。そうなんです。次はこちら見ていただければと思うんですけれども、はい、クシーガンダムにファンネルミサイルをつけた状態になります。いやーこっちもめちゃくちゃかっこいいですね。大迫力ですね。本当にちょっとこのポージングもすごいなんかかっこいい感じでこう構えてる感じで撮ったんですけども、はい、ライフルとファンネルミサイルどっちでもこう敵を狙ってるみたいな感じで、すごくこう印象的な感じかなと思ってます。はい、でさらに先ほどちょっとね頭部だけお見せしたんですけども、はい、最終盤で出てくるガンダムのような顔をつけた状態も撮ってみました。こちらもちょっとなんかエモい感じでそうですね、はい、だいぶエモいですね。ポージングさせてみたんですが、コックピットが開いていて中が見えているというような感じでございますと、交代しているような感じをイメージしてポージングさせてみました。はい、すごいかっこいいです。はい、ちょっとやっぱこう顔を変えるだけで他変わってないのにすごいなんか全然別の機体みたいな感じで印象変わるかなと思います。バンダイマニア。宮部さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとねめちゃくちゃ熱く語りすぎちゃって、はい、ありがとうございます。本当にもう色味とかいろんなこと語っちゃったんですけど、はい、伝わってますかね。伝わりました。すごく。伝わりました。はい、映画始まったばっかりだと思うんで、ぜひまだ見てない方もいっぱいいらっしゃると思うので、はい、ぜひ映画見てない方は映画を見に行っていただいて、映画を見たら欲しくなっていただいて買っていただいて楽しく遊んでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ロボット魂経営シグネチャーサイド MS RX104FF ペーネロペイ機動戦士ガンダム先行のハサウェイバージョンリコーディネートロボット魂経営シグネチャーサイド MS RX105 クシーガンダム機動戦士ガンダム先行のハサウェイキルケイの魔女バージョンロボット魂経営シグネチャーサイド MSクシーガンダムペーネロペイ専用ファンネルミサイルオプションパーツセットはプレミアムバンダイ内魂ウェブ商店にて予約受付中です。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。